日本人ってやっぱり個性的だよね。ある日、韓国の友人に言われた言葉です。僕の頭は一瞬フリーズしました。気づいたんですよ。日本の街にいる人々のファッションとか、話し方とか、価値観とか、確かに誰一人として同じじゃないと。今回は韓国人から見た日本人の印象5つを紹介します。1つ目は個性が強いというところ。2つ目は集団主義なところ。3つ目は細部へのこだわりがすごいこと。4つ目は交通マナーが異次元レベルってこと。5つ目は他人への配慮がすごすぎるっていうところです。この動画を見ると、そんな風に見られてたのと驚かずです。まず一つ目の話はですね、個性が強いというところです。東京渋谷のスクランブル交差点に立った瞬間、紫色の髪にピカピカのシルバーリュックを背負った青年みたいな人がいたりとか、80歳のおばあちゃんが原宿で真っ赤なジャケットを着こなす姿とか、さらにはビジネススーツに厚底スニーカーを合わせるサラリーマンがいるような気がしていて、韓国の大学生とか見てみると、9割が白、黒、グレーみたいな無難な3色コーデに収まるのとはあまりにも対照的だったんですね。で、僕が育ったソウルでは周囲と同じでいることが安心感につながります。髪を派手に染めたりとか、変わった服を着ると浮いているとか、空気読めないと陰口を叩かれることも少ないながらあります。それなのに日本の街にはみんな違うことを楽しんでいる空気が流れている。それをみんなが面白がって受けているのですね。最初は地味な服ばかり着てた僕も気づけば人の目線を意識せずに自由に来るようになりました。ある日、ゼミで思い切って一般的な価値観とは逆の意見を言ってみても、教授がその考え面白いと真っ先に褒めてくれたんですね。あの瞬間、日本は個性を潰さない国なんだなと心の中から実感しました。で、2つ目の話はですね、集団主義っていうところです。運動会の行進とか、通勤電車での整列とか、会社の朝礼とか、どれを見ても全員が同じ方向に向いて、ルールを守りながら動いている。その統制された光景に韓国人の多くは、日本人は集団主義よくやってるなというふうにびっくりします。例えば、東京駅の朝8時を連想してみてください。スーツ姿のビジネスパーソンが無言でエスケレーターの左側に並び、誰一人も文句も言わずに流れるように快切に通り抜ける姿。さらに学校行事ではもうみんな同じ動きで演技する中学生たちを見て、軍隊かと韓国の友人が冗談を言っていたほどですね。韓国ではルールよりもたまには状況判断とか臨機応変さが優先されがちですね。でも日本では他人に迷惑をかけないっていうのが絶対ルールであって、自分勝手に動くと無言の圧力を感じることすらありますよね。で、僕の経験談でもそうでして、就活のグループ発表の時、韓国ではリーダー格がガンガン引っ張るのが普通だった僕は、ついに洗脳しすぎてしまいました。するとチームの空気がピリッとなって、後から社員さんに言われたんですよ。みんなが納得して進めた方が気持ちよく発表できるんだよと。そこには全員の輪を大事にする文化がありました。日本の集団主義はただ合わせるのではなくて、丁寧に空気を作っているものだなと、その時勉強になりました。で、3つ目は詳細、ディテールにこだわるっていうところです。韓国人が日本人と語るとき必ず出てくるのがこの言葉です。細かすぎる。それは悪口ではなくて、ある種の敬意を褒めた驚きですね。書類のフォーメットとか、レストランの盛り付けとか、そこまで一体どうやってやってんのと思うぐらい、日本人は細部に命をかけて丁寧にやっている特徴が見えてきます。例えば、日本の文房具売り場にある 0.28mm ペンとか、実際は他の国でも作ってるかもしれないんですけども、僕からしたら 0.5mm で統一すればいいんじゃないのと突っ込みたくなるんですけれども、0.2、0.3、0.4、0.5まで1mm 中心でやっていくっていうディテールがありますよね。実際このシャーペンとかボールペンの数とか種類とかで見ると、日本を超える国はいないんじゃないかなというふうに思いますね。韓国ではですね、速さと効率を重視していて、多少雑でも早く終わる方が正義という価値観が根強いです。会議とかも飲み会とかもスピードが命であります。一方は日本は一見どうでもいい部分に時間をかけます。最初はなん
でこんな非効率的なことをやってるのかなと僕は思っていましたが、それがあるからこそ生活の中に美しさとか居心地良さが生まれていると気づいたんですね。ある冬の朝、東京の喫茶店でモーニングセットを頼んだ時のことでした。運ばれてきたトーストはバターが均等に角まで塗られていて、ジャムも開けやすいように少しキャップが緩められていて、その角度も僕に向かっていて、さらにカップの取り手は右利きの自分に向かって綺麗に配置されていたんですね。その瞬間、思わず心が震えました。ここまで気を使うのかと。もちろんそれは人属性による差分があるかもしれないんですけれども、日本の社会のところどころを見ていたら、そういったマニュアル、心遣いをどこかで定型化していたりとか、そのような環境を作り出しているような気がしたんですね。僕のサービスの定義が変わった日でした。で、4番目の話はですね、運転マナーが良いというところですね。韓国で日本は運転が丁寧だよねと言うと、みんなうなずきます。それぐらい日本の運転マナーは感動レベルで語られています。一番驚いたのは、横断歩道で車が必ず止まってくれることですよね。日本では信号のない横断歩道でさえも歩行者が立っているだけですっと減速して止まる。しかもクラクションを鳴らす人もほぼゼロですよね。もちろんこれはその法律的な話、罰金的な話もあるかと思いますが、それにしても警察がいなさそうな場面にもそういうことを守っているような場合があると感じています。韓国で運転しているとですね、一部の人は止まったら負けみたいな精神の持ち主までいるくらいです。合流はねじ込むとか、ウインカーは後出しじゃんけんだったりとか。これ全員ではないですよ。一部の方なんですけれども、割合で見るとその一部の方の割合がちょっと高いって感じですよね。だからこそ日本の譲り合いの精神は本当に異文化でした。しかも譲った後に軽くハザードを点灯させてありがとうを伝える。こんな上品なやりとりとか道路の上で展開されているなんてと思いました。ある日、僕、東京の路線バスに乗っていた時のことですが、車内は結構静かで、乗客はみんな黙って座っていました。で、次のバス停でおばあちゃんがゆっくり乗り込んできた瞬間、運転手さんがマイクでこんな感じで言ってたんですね。安全確認してから出発しますねと。その声が、トーンがとても優しくて、まるで家族に話しかけてるような、おばあちゃん、座ったら行くねみたいな感じの優しさでしたね。僕は思わず、と声と、感動が来ました。静かな配慮に僕は、日本に来たなって思ったんですね。で、最後5つ目の話、人々を配慮するというところです。道に迷って地図を見ていたら、声をかけてくれたのは、スーツ姿のサラリーマンだったりとか、エレベーターでベビーカーを押すお母さんがいたら、自然に人が分かれてスペースを作るっていうことがありましたね。韓国では感情や親切は熱量で伝えます。手を引くとか、すぐに話しかけるとか、感情を見える形で渡す。それが韓国式の思いやりのスタイルですね。でも日本は言葉も行動も少し控えめで、察する力がとっても高く感じています。最初はその沈黙が怖かったんですが、ある日気づいたんですね。それは他人の空気に土足で踏み込まない優しさなんだと。僕の体験談っていうのもありまして、ある日電車の中で立っていた僕に向かいに座っていたサラリーマンが降りる直前にそっとジェスチャーでここどうぞみたいな形で席を譲ってくれました。声は出さずに目だけで伝えてくれたその姿が本当に綺麗で新鮮で美しかったですね。その後座席に座って思ったんですよ。日本人の優しさって音じゃなくて余白に眠っているかもしれないんだと。派手じゃないけど深い。僕はそう思いました。で、最後に伝えたい話があります。今日僕が紹介した韓国人が日本人に持っている印象5つ。実際に僕自身がソウルから東京に来て体で感じた衝撃そのものでした。個性が強いのに集団を崩さない。細部に命をかけているのに表に出さない。交通でも人間関係でも常に誰かのことを考えて動いている。最初は戸惑いました。静かすぎる電車とか言葉の少ない優しさとか曖昧なイエスなノーとか日本って冷たいのかなと不安になっていた夜も正直ありました。でも1年、3年、9年と日本で暮らすうちに気づきました。この国には見えない優しさが確かに存在しているということ。それは言葉じゃなくて行動じゃなくて空気そのものに染み込んでいるような気がするんですよね。韓国とは真逆の表現方法かもしれない。でもだからこそ気づいた時の感動は何倍にもなる。僕が日本を好きになったのはそういう瞬間が積み重なったからかもしれません。そういう風に見えてんだ。そんな発見を今日の動画で一つでも感じてもらえたら嬉しいです。よかったらチャンネル登録して一緒に旅を続けてくれたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。以上、パクンでした。アンニョーン。